今回は秘宝、菅原、クリスマスケーキない家庭だった、サンタはいないよと言われて育ったに対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。クリスマスは？クリスマスが一番何もないです。びっくりするぐらい何もないんですよ。街でクリスマスの装飾を見て、あ、クリスマスなんだと思うくらいです。プレゼントは小さい頃はもらっていましたけど、クリスマスケーキはなかったし、あ、お肉は食べていた記憶があります。お祝いごとに本当に関心がない家庭なんですよ。サンタクロースの存在は、何歳くらいから信じていなかったですか？小学校1年生とかかな。小さい頃から母親にずっとサンタはいないよっていう話をされてきたんですよ。だから、周りの子たちがサンタさん来るかなって言って信じているのを、遠い目で見ていました。そうなんだ。まだ夢見る時期にサンタなんていないよって言われて、そういう夢のない家庭で育ってきました。サンタさんはいないものなんだと思って過ごしてきたので、クリスマスの夜はサンタを待たずに、もう寝るね。お休みっていつもと変わらなかったですし。だから、周りの子たちを見ていて、そんなにサンタさんって重要なんだなぁと思っていました。でも一度、サンタなんかいないよって言おうとしたことがあって、けど、さすがになんかなぁと思ってやめました。涙が止まらん。俺は、うちには煙突がなかったから、サンタさんが来れないんだと自分で理由付けする賢い子でした。乃木坂入れたから今年年収1000万以上になるんじゃないか？選抜になれなくても。大逆転で一気に人生勝ち組になったな。アンチだったけど、これからをさせてください。今までごめんね。親ガチャ大失敗。あの顔で生まれたのなら遺伝子は SSR だろ。歯並び。歯並びくらい強制簡単じゃん。川崎家とは天と地ほどの差。菅原を応援したくなるわ。さっちゃん。乃木坂受かってよかったな。儚さのある美女。橋本の家とどっちが貧乏？貧乏で親孝行な子が一番大成するって川上哲治が言ってた。顔よりも性格がいい子に育ってることが本当良かった。川崎桜とは話し合わないわな。生まれるなら金持ちブスより貧乏美人の方。鏡見るたび自己嫌悪なるなんて辛すぎる。クリスマスの話はやめようか。別に親と仲良さそうだしいいだろ。和とも合ってるし。自分を飾ることを良しとしないタイプなんだな。ミーグリがあっさりしてるのも納得だわ。全力でアイドルしてるメンバーのことも他人は他人って目でフラットに見てそうだな。朝日奈具表紙のセブンピアフリーペーパーを宝物のように大事にしてた子だぞ。ぶわ。普通にファンだったのか。これでわざわざすれ立てしてるやつの不幸っぷりが垣間見えるのもまた。俺らが彼女を夢のある幸せな生活にしてやろう。これだよこれ、そういう力に変えられればいい方向に持ってける。やっぱり貧困。よしサチウスキャラでいこう。おもろい。俺が支えなきゃ。だから田村と組まされたのか。お互い同類の匂いを感じるものなんだろな。同期、金持ちばっかで居づらそう。支援してあげたくなるな。ななみんリスペクトか。なんかマジで応援したくなってきた。金持ちで高飛車な女より、こういう子の方が好感度高いよ。さつきちゃんの儚さは異常。悲しくなってきた。けやかすって悲惨だな。千葉の橋本。修学旅行の積み立ても大変だったんだろな。ホールケーキはともかくショートケーキも無理ってどんだけ厳しいんだよ。恋人がサンタクロース。橋本若月井上さゆりの系譜か。これを読んでると抱きしめたくなる。マッチ売りの少女的な儚さを感じるな。悲惨すぎてかわいそう。よくこんないい子に育ったな。おじさんがサンタになるよ。無機質な団地の階段を上り下りする少女の姿が目に浮かんだ。なぜかはわからないけど乃木坂って上流家庭の子の方が人気が出るよな。ドルオタはクソ底辺なのに。全然そんなことなくて草。西野。そうでもないんじゃないの。北川、黒見、八久保、中田。白石は栃木のヤンキー、山下はとかのクソ田舎者。
女優で人気がある程度出たのは生田くらいだろ。とりあえずマイアンは群馬だと思うの。親がサンタはいないよって貧乏とかの問題ではないだろ。親からサンタいないって言われる分にはまだいいだろ。俺なんて信じてた小学低学年の時に担任に言われたからな。ぐさ。わらが悲しい。家がガチ金持ちの川作や岡ひなとは本当の意味では仲良くなれないだろうな。悲しき過去持ちキャラか。貧乏キャラで行くことにしたのか。加入前までディスカウントストアでバイトしてたとかいう好感度上がるエピソード。その前は飲食店でバイトしてたんだけど入って参加で餃子焼かされそうになったとか面白いインタビューたくさんあるから、さっちゃん特集があるこの回の BLT は必見やで。全日制の高校じゃないやつだもんな。それで働いてるわけでもなく普通に遊んでそうだし本人も割と。期待しないし誰にも見返り求めてない感じが付き合いやすいんだろうな。特に井上は。小学校の家庭授業のお裁縫セットとかもお母さんが何かの木箱に普段使ってる道具を詰めてくれて使ってて、クラスメイトにあれさつきちゃんのだけなんか違くないとか言われてたんだろうな。切ない。なんか、その教材のお道具箱の中身が他の子と比べて一人だけ違っていて学習に差し支えたが出た、みたいなエピソードを乃木どこか乃木中で見たような記憶があるんだが。若月がそんな話をしていたような記憶。不幸話グランプリだな。姉ちゃんのお古を使わされてたって。母親からもらった三つ折りの財布を大切にしてるみたいなこと言ってたな。いいねー、こういうストーリーのあるアイドルは伸びるわ。あの顔をもらえた時点で勝ち組なんだよな。このサチウスの美少女感、ちょっと橋本に近いものがある。漫画の主人公感あるエピソードばっかりだな。貧乏だけど欲はなく高望みもせず、加入前も自分はそこそこ幸せだと思っていそうだし何でもそつなくこなせるし人当たりもいい。強いわけじゃないけど仲間を見つけて周りに信頼されて周りを引っ張っていく系の主人公。金持ちボンボンよりこういう子が成り上がっていく方が見てて面白いな。なんでだかわからないけど子供の頃の姿がリアルに思い浮かぶエピソードですね。なんでだろう。菅原さつき、高校に入ってすぐ、飲食店でアルバイトを始めたんです。入ってみたら仕事内容が私には難しすぎて。働き始めて1週間で、部屋でボロボロ泣いて、辞めてしまったことがありました。中西あるの、黙れよ店長の分際で。辞めてやるわこんなクソバイト。ぐさ。あるのおもろいやん。やっぱりあるのやな。アルさんのマインドは厳しい社会を生き抜く上で割と大切。なんで性悪な性格を見抜けなかったんだよ面接官は。結局加入して大損害食らわせたし。あるのが優勝。今度の分際でとか裏で言ってるんかな。あるのいいぞ。あるのちゃんおもろいやん。ネタだよな。なんでこんなのが漏れる？インタビューしてる方もここは載せなくてもいいかとか配慮しろよな。金持ちエピソードは反感持つやつもいるが、こういうエピソードはプラスにしかならんな。あの本人の異常な細さもそういう背景があるとなんだか哀れみ含んだ見方になってしまう。この手の話に弱いので幸せになってもらいたい。桜坂の小林優衣のクリスマスはパック寿司エピソードも同情を誘う話やったが、これはそれを上回るな。さっちゃんに幸あれ。まだこれが芸能界なんだって一歩引いてみてる感あるのが主人公の序盤っぽい。もう勝ち組なんだから全然気にすることない。これから真面目にやってければ。確かに川崎と比べると金持ち感はないな。菅原小坂山崎、川崎金村守屋で番組したら色々と判明しそう。そもそも乃木中の良き一ノ瀬菅原ロケで一人浮いてたからな。それは地方出身者が東京探索する企画なのに千葉の人間入れられても浮くだろ。まだ岡本が出れなかったから仕方ないが。乃木坂入って初めてのことだらけでシンデレラストーリーだわな。マジかよさっちゃんにそんな辛い過去があったなんて。スタタンで他のメンバーがクリスマスのエピソード話してる時の表情が泣ける。
乃木坂でケーキ食べる機会に周りはどうリアクションするかに頭いってる中一人だけガチでケーキそのものに感動してそう。この子自身もそこら辺ドライっぽいけどね。クリスマスミーグリの時の定点で用意されてたケーキに興味なさそうで田村と筒井が驚いてたし。逆にそっちがリアルなんだな。勉強なるわ。クリスマスに白菜が出てきたって真夏だったよな。まあ裕福そうな家だが。子供の4人に1人が貧困だそうだから菅原もそうだったんだろ。乃木坂入れてよかったな。さっちゃんを幸せにしてあげたい。BLT だから買って読んでみるといいよ。変わった家庭って感じ。5期は全員キャラ強すぎるだろ。マジで普段何食ってんだってくらい細いしな。ありゃもうちょい肉つけた方が健康的よ。なんか応援したくなる。ワイが乃木カスだったら押してたわ。将来社長にブランド物ねだりそうで怖い。別に貧乏なわけじゃなくて価値観の違いの問題じゃないの？スキャンダルが発覚したらまた勝手に騙されたとか言い出して手のひら返す未来が目に浮かぶ。貧乏売りをしようというのではなくさらっと笑って済ませて前を見てる感がいい。これは押せるな。話を持ってしまったって言ってくれ菅原。オーディションに合格するのはほとんど裕福な家庭の子で悪くても中流家庭の子じゃないのか？こんなエピソードを聞いてしまったら押すしかないじゃんかよ。菅原は話持ってないだろ。持ってるのは気の毒な家庭の子キャラ設定にしたい妄想オタだろ。これなち。このスレで持ってるのはオタじゃないだろ。こういう子が売れると悪い方に変わる。最初から金持ちの方が変わらない。岩本の前でひな祭りの思い出とか菅原に聞いたら絶対にあかんな。ネタだろうけどこの話題で押せると言ってるやつと押させないように嘘だ話題作りだと必死で下げようとしてるやつのせめぎ合い。押せるよ。こういう子が頑張って上がっていく。それだけで物語ができるかつビジュアルは一級品。かつての乃木坂を取り戻す時が来た。迷わず押せよ、略、だー。なんかアイドルに限ったことじゃないけど、過去にいじめられてたとか不幸なエピソード語るやつ多いよな。それを話すことによって何を得たいのかがわからん。聞かれたから答えただけだろ。乃木坂は昔から陰キャのシンデレラストーリーが王道ですよ。不幸というか、自分の普通を話してるだけだろ。それしか知らないんだから。さっちゃんは自分の普通を淡々と話してるだけなのにオタが勝手に優勢が一心みたいに受け取ったらあかんよ。本人はこの年にして将来に夢が持てなかったことをドライに笑いながら話してるんよね。自宅にクリスマスケーキなくても友達の家で食べるだろうよ。誰がこんな話信じるのよ。自分の家庭にクリスマスケーキがなかったっていう話なのに友達の家でとか何言ってんの。未だに配信のことごちゃごちゃ言ってるやつは全員死んでいいぞ。高学歴、お嬢様、英才教育、習い事多数などそんな新人がインフレ気味だったからな最近の乃木坂。一番痛いのはこのエピソード聞いて押せるとか言ってるやつ。一番痛いのは明らかなネタすれにガチで嘘に決まってる話題作りだとか反論してるお前だよ。だからか精神年齢高いっていうかさっぱりしてるよな。井上と絡んでる時はママっぽさすらある。なんか応援したくなるわ。乃木札のウサギのやつもちょっと元気なさげで気になる。さっちゃんのストイックさは貧乏出身だからな。もともとアイドルは好きだったようだし、ほんと乃木坂入れてよかったな。もうさっちゃんの顔は涙なしでは見れないな。俺が幸せにしてやる。乃木坂でお金持ちになってくれ。以上、秘宝、菅原、クリスマスケーキない家庭だった、サンタはいないよと言われて育ったに対するオタたちの反応でした。オタたちの妄想も面白いけど、その妄想を全力で否定してるアンチのやり合いおもろい。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。